デジマートディーパーズビュー、今回も貴重な、機材をご紹介していきたいと思います。今回はファズですね。こちらの、ソラサウンド、一般的にはカラーサウンドと言った方が伝わりやすいかもしれませんが、一応ソラサウンドのトーンベンダー、ゲルマニウムのトーンベンダーをご紹介します。で、このゲルマニウムトーンベンダーはですね、とてもよくできているというか、マーク1、マーク2、マーク 1.5、マーク2ときてマーク3になってやっと品質が安定したというか、たくさん作って安定した音になったと言われているこのペダルなので、とてもよく売れたということと、あとですね、多くの OEM 製品を作り出したことでも有名なペダルです。でその中から今日はですね、パークのファズペダルと、もう一つ、ボックスブランドでも出していました、ボックストーンベンダー、こちらはここにマーク3と入ってますけども、ボックスマーク3ファズ、こちらをご紹介したいと思います。同じ中身のペダル3つ紹介してもしょうがないじゃんっていう話なんですけど、当然一個一個音は違うわけで、あくまでもこの傾向でしか見れないと思うんですけど、このボックスはこうでパークはこの音でっていうわけじゃないんですよ。それぞれ個体差あるんですけど、ただ今回割と安定した動作の3台が集まったので、ここでちょっと全部の音を聞き比べられる機会っていうのもなかなかないと思いますので、今回はその聞き比べをやってみたいと思います。それでは早速サウンドチェックに参りましょう。まずは基本となるソラサウンドトーンベンダー、こちらをチェックしたいと思います。コントロールはですね、ボリューム、それからトレブルベースというトーンコントロール、そしてこのファズというコントロールになります。分かりやすいようにちょっと目印をそれぞれつけています。ボリュームはですね、もう普通一般的なこちら左回しが0で、右回しにするとフルゲインに変わっていくという形で、トーンに関しては、だいたいセンターを、基本として、トレブルにするとローカット、ベースの方に回すとハイカットみたいな印象です。この辺は後でまたちゃんとご説明しますね。で、問題はですね、このファズというつまみなんですけども、ファズというつまみだけなぜかこの右回しの状態が0で、一般的には絞り切るような形で左に回すとフルゲインの状態になります。ここだけちょっと注意して見てみてください。ギターはギブソンレスポールモデルを使っています。アンプはボックスの AC30、こちらは現行モデルのスピーカーにセレッションのグリーンバックを搭載したモデルです。ノーマルチャンネルにインプットしています。さあ、この状態からまずトーンベンダーをオンにしてみましょう。音量はそれほど大きくないんですね。むしろセッティングによってはちょっとオンになった方が音が小さく聞こえちゃうかもしれませんが、これはこのタイプのトーンベンダーの特徴だとも言えます。いかがでしょうか。結構このファズつまみ0でもですね、ちょっと歪んだような音があると思います。心地よいクランチっていうよりはちょっとガサガサっとした音なんですけど、でもこの音は
この音でアンプがドライブしている状態でこのセッティングで入れるとかっこいい音がしますけども、まあこのぐらいアンプがクリーンであればやっぱり半分ぐらいはゲインを上げたいところですね。70年代80年代のギターサウンドのなんかもう基本となるような音がここで得られると思います。でこのトーンコントロール、これ面白いんですけどちょっといじってみますね。まずトレブル側に回していきます。こう結構か細い感じの音になってしまいます。この音を活かしたいっていう場合はまたいろんな方法がありますので、それを後でまたご紹介したいと思います。まずこうトレブルをとにかく回していくとローカットになってかなり細い音、線が細い音になると。でこの状態でフルゲインにしてみます。ザザーッとした、まあファズらしい音といえばファズらしい音なんですけど、この音が一つあって覚えておいてくださいね。でこれを、ベース側に回していきます。どうなるか。フルにしちゃいますね。はい、どうでしょうか。ベース側にこう振り切ってゲインもフル、まあ、ボリュームもフルという状態にすると、ちょっとファズフェイスとかあっちの方ファズにも似たスムーズな音になると思います。いわゆるバイオリントーン的なファズサウンドになると思うんですけど、本当にね使いやすいんですよ。まずバイパスの音ですよね。でオンにします。例えばリード用のセッティングだったらこういう感じでもう使っちゃえばいいですし、もっとファズしい感じというかオルタナティブな感じというかグランジーな感じだったら、まあそれでゲインをフルにしちゃえばもう。そういう音にもすぐなるよという感じです。深い歪みも出るんですけど、こうちょっとですね少しだけゲインを下げた時のアンプライクな音というか、それがこのトーンベンダーの特徴だと思います。なのでこのトーンベンダーとてもよく売れたペダルだと思うんですけども、本当にこうゲインをフルにするとファズっぽい音になるんですけど、ファズをちょっと下げてあげるととても使いやすいマーシャルが歪んだような音も出ますので、いろんな音楽に合うペダルなんじゃないかなという印象があります。さあ続いてはですね、こちらの方がちょっと古いですね。パークのファズサウンドというモデルです。中身は基本的にはこのトーンベンダー、先ほどのソラサウンドトーンベンダーと同じモデルなんですけども、出音にどのぐらい違いがあるか、チェックしてみてください。まずはバイパスの音です。僕のイメージだとこのバイパスの音はこちらのファズサウンドの方がこうキラッとした音がしてちょっと違いが出てるなと思います。
オンにしてみます。はい、いかがでしょうか。ですね、こちらのパークのファズサウンドのがちょっとゲインが低いと思います。先ほどのソラサウンドのトンベンダよりもこちらの方がちょっとだけゲインが低い。で、やっぱりハイがとても出やすいというか、そういう全体的にそういう印象があります。で、このトレブルのですね、聞き方というかトーンの聞きがかなり極端で、この12時時計12時方向から10時ぐらいの方向まではなんかちょっとビッグマフっぽい感じというか、シャーっていうトレブルの抜け感とローのバランスがいいと思うんですけど、このトレブル側に振り切ってしまうとかなり細い音ですよね。かなりこうミンミンした音になると思うんですけど、こういう個体差がやっぱりあります。それでもですね、基本となる音の印象は変わらずにとても使いやすいサウンドというところには変わりはないかなと思いますね。もうちょっと今度はファズつまみをちょっと下げて、ゲインを下げてチェックしていきたいと思います。どうでしょうか。今ですね、以前ディーパーズで紹介したマーシャルのブラックラックをちょっとイメージして弾いてみたんですけども、結構そういうテイストの音が出るんですよね。マーシャルっぽいというか、そのクランチのオールドアンプみたいなゲインの感じがこのペダルにはあって、この前オーナー、前の持ち主はちょっと歪みの量がおとなしいかなって言ってこのペダルを手放されたということなんですけど、僕が使ってる感じだとなんかむしろこのプリアンプっぽいというか、マーシャルっぽくて使い勝手いいなっていうようなイメージがあります。この辺も単純にファズとして見ちゃうと歪むか歪まないかかもしれないんですけど、本当にこうどういうふうにその人が使うかによって全然印象が変わってくるところだと思うので、こういうところはやっぱりヴィンテージペダルの面白いところなんじゃないかなというふうにも感じたりします。続いてボックストーンベンダーをご紹介します。これ全く同じ基板というか同じような基板構成なんですけども、ケースがですねちょっと形が違うトーンベンダーです。こちらにマーク3と書いてあるタイプで、ゲルマニウムの全く同じ基板が入ってるんですけども、ちょっとねこのモデルは、また音が荒々しくて先ほどのトーンベンダーとはまたちょっと違いがあるのでちょっと聞いてみてください。まずはバイパスのサウンドです。割とパリッとした感じのバイパスの音だと思います。オンにしてみます。
いかがでしょうか。この今試したトーンベンダー3種の中ではこのペダルが一番ファズっぽいかもしれませんね。ちょっとこうフルゲインにした時のザラザラしたざわっとした質感っていうんですかね。これなかなかいわゆるファズ毛羽立った感じの質感だと思います。で、ローゲインというかこのファズを半分ぐらいまで下げた時の感じ。こうちょっとローゲインなんだけど攻撃的な質感があって、この音はすごいかっこいいなっていう印象があります。はい、というわけでデジマートディーパーズビュー、今回はヴィンテージファズソラサウンドのトーンベンダーを中心とした3種類をご紹介しました。いかがでしたでしょうか。まずねこちらのカタ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 電池が言ってますけれども、ソラサウンドのトーンベンダーマーク、3ですね。今日は3と言いましょう。すごく売れたんで入手しやすいというのもポイントだと思います。探せば出てくる。でばらつきはありますけど直せますし、製品化するにあたって一番こう安定した作りを目指したというか、このペダルから以降すごく安定したトーンベンダーが生まれてきたということを考えると何とでもなりますから、このペダルはぜひ見つけたらチェックしてみてください。いいペダルです。で今もソラサウンドというかマカリスというイギリスのショップからこの復刻が出ていてとてもクオリティ高いので、そちらのペダルをゲットするのもありかもしれません。デジマートでも探せば出てくるかなと思います。そしてこのパークのファズサウンド、中身はほとんど同じなんですけども、この個体はちょっとローゲインで僕気に入ってる、プリアンプのように使ってて気に入ってるんですけど、こちらも基本的には音の結構一緒なんですけど、ちょっとね高くなってきちゃった。プレミアがついてきちゃったので、入手しづらいかもしれませんが、ブルーが好きな方はぜひこのタイプを探してください。そして、こちらのトーンベンダーマーク3ですね。これはもう本当にファン、前ブラファンが探しているっていうのもあるかもしれませんけど、やっぱり側もかっこいいですし、ボックスって入ってるしね、ボックス好きの皆さんもいらっしゃると思うので、こちらも出てきたら、漏れなくチェックした方がいいかなと思うんですけど、実はですねトーンベンダーマーク3あれみたいな、これ実はそれぞれ全部仕様が違う3種類があるんですよ。でこれは何ぞやというのもなかなか外側が見ただけではほとんどわからないというか、わからない違いなので、せっかくなんでね次回引き続きこのトーンベンダーマーク3特集ということで、この同じくゲルマの、マーク3をご紹介していきたいと思います。でその時にですねこの3台あるものはそれぞれ何なのかというお話もしたいと思いますので、ぜひ次回もチェックしてほしいなというふうに思っております。それではまたお会いしましょう。